みなさん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。久しぶりの1時間のポッドキャストです。だいたい3週間ぶりぐらいかな。はい。この長いポッドキャストを撮っています。はい。で、前回のポッドキャストでは、確かまだまだ日本は暑いですという話をしたと思います。でも季節がだいぶ移り変わって、今はもうかなり涼しいですね。過ごしやすい季節になりました。はい。もう今は半袖着てるんですけど、朝は本当に寒いし、夜も寒いですね。多分、あと1週間もしたらずっとセーター着たり、スウェット着たり、長袖の服が活躍しそうだなと思っています。はい。それで今日は久しぶりのポッドキャストということで、最近ハマっていることとか、最近やっていることについて話をしたいと思います。はい。で、いつもね、私はこの長いポッドキャストを撮るときに N4 とか N3 レベルの人たちに向けて撮りたいなと思っているんですよ。でも、結局すごく表現が難しくなってしまったりして、編集しているときに、ちょっと N2 ぐらいのレベルになってしまったなって思うことがよくあります。どうしても自然な表現だったり、自然な話し方をすると、レベルが上がってしまうんですよね。そう。もう言い訳になってしまうんですけど。はい。なので、今日はできるだけ N4、N3 レベルの人にも挑戦してもらえるような日本語で話したいと思っています。はい。で、まず最初にこちら。はい。こちらの植物を紹介したいと思います。そう、1ヶ月くらい前に買った観葉植物です。はい。パキラという名前の植物ですね。で、この曲がっているここの幹がすごく素敵だなと思って植物屋さんで選びました。で、パキラはもともと南米の植物なんですけど、日本では今もうどこでも見かけるとっても有名で人気の観葉植物ですね。人気の理由としては、とにかく育てやすいですね。観葉植物初心者にもすごく優しい植物です。水をやる回数が少なくていい。1週間に1回くらい、水をやればもう十分なんですよね。そう、だから、ちょっと、水やるの忘れたと思っても、そんなに大きな影響はないんですよ。そうそう。だから私みたいな、ちょっとめんどくさがり屋の人にもすごくおすすめです。そして、成長する速度がすごく速いと思いますね。ここにね、小さな葉っぱがあるんですけど、これもつい、5日くらい前かな ?5 日くらい前に出てきた葉っぱで、もう毎日、どんどん成長します。だから見ていて、本当に、なんかエネルギーをもらえるような植物だと思います。そう。あとね、すごく安いですね。実は私はこの植物を育てるのが2回目です。で、1回目は100円ショップで買いました。本当に小さなパキラで、このくらいの大きさで買いました。そうで、1年ぐらい育てて、もうこれくらいですね。すごく3倍ぐらいの大きさに成長しました。そう。で、もうパキラ大好きって思って、ずっとそのパキラを大きくしたいと思っていた時に、パラグアイに引っ越すことになりました。
そう。だから、それはね、人にあげてしまったんですけど、また日本に帰ってきたので、改めてこれをね、買いました。そう。これも、もともと結構大きいやつを買ったんですけど、多分もっともっと倍ぐらいには成長するはずなので、1年、2年大事に育てていきたいなと思います。そうでね、鉢植えも今はこういうプラスチックのすごくシンプルなものなんですけど、できればもっと、なんかブラック系のグレーとかブラックのかっこいい感じの鉢植えが欲しいなと思っています。そう、私ね、結構インテリアは緑とブラックみたいな組み合わせが結構好きで、そう、なので鉢植えもいろんなところを見て、探したいなと思っています。皆さんは観葉植物を育てていますか？もしおすすめの観葉植物があったら、ぜひ教えてほしいですね。そう、あっちのね、後ろにあるやつは、あれはフェイクグリーンなんですよ。日本には結構フェイクグリーンのお店がたくさんあって、かなりリアルに近いフェイクグリーンもたくさんあります。だから、あのフェイクグリーンも、あそこに置いていたら結構リアルに見えませんか？そう、でもね、近づくとめちゃくちゃ、偽物な感じがわかりやすいので、あんまり好きではなくて、そう、やっぱり、こっちのパキラがすごくいいなと思っています。で、次、また、観葉植物を増やすとしたら、やっぱりお手入れが少ないものがいいですね。そう、水をやる回数が少なくて、でも成長をどんどんしてくれるような植物があれば、ぜひコメント欄で教えてほしいなと思います。はい。やっぱり部屋に緑があるとすごく癒されるし、さっきも言ったんですけど、エネルギーをもらえるような気がして、私はとっても好きですね。はい。で、最近、この1時間ポッドキャストが撮れていなかった理由があって、漫画にすごくハマっていました。はい。で、少し前にリスニングプラクティスで漫画について、動画を作りました。その時にも少し紹介したんですけど、今このキングダムという漫画にすごくハマっています。そう、このキングダムは76巻まで出ているすごく長い漫画なんですよ。で、もう一回76巻までは読みました。そう、読んだんですけど、76巻まで読むと最初の方を忘れるんですよね。で、あれどんな感じの最初だったかなと思って、一巻を読み直したら、もう、ハマってしまいましたね。もう一度ハマりました。それでまた、一巻からコツコツ読んで、今35巻まで来ました。そう、もうめちゃくちゃ、面白くて、で、一気にストーリーに引き込まれるような漫画です。日本では、このキングダムはすごく人気で映画化もされました。で、このね、ストーリー少しだけ紹介したいと思います。この漫画はだいたい2200年前の中国が舞台です。はい。その当時は中国は7つの国に分かれていて、その国同士がいつも戦をしていました。そう、戦をして自分の国をもっと広げよう、強くしようとしていた時期ですね。で、主人公が秦という国で生まれました。はい。で、その秦という国で、戦でもっともっと強くなって大将軍になるぞと言いながら頑張っていく話です。はい。大将軍というのは戦で
兵隊をリードする役割の人のことですね。そう、すごく強い人たちです。そう。なので、この主人公の成長するストーリーでもあり、国の政治のドラマでもあり、仲間同士の友情とか家族との絆、でもちろん主人公の成長していくストーリー、いろんなことを楽しめる漫画ですね。で、これはノンフィクションの部分も多少あります。本当に歴史に少しだけ沿っている、感じです。でも、もちろん2200年前の話なので、ほとんどがわからないことばかりなんですね。なので、多くの部分がフィクションです。そう、フィクションだけど、そういう、人間的なドラマのところとか、本当に面白くて、ハマっています。はい。で、結構、日本語のレベルは高い漫画だと思いますね。N1 とか、N2 の人でもちょっと難しいかもしれないですね。ネイティブの私でもすごく読むのが時間がかかります。もう一日1、2冊読めたら十分ぐらいの、情報量が多いですね。情報量がすごく多いんですよ。セリフもすごく多いので、しっかり読まないと内容が理解できません。でもこういう歴史ものの漫画が好きな人とかは挑戦してみるといいと思います。はい。で、皆さんは漫画を読むときに紙で読みますか？こういう紙で読むか、アプリとか、ネット上で読むか、どっちが好きですか？私はこの、紙で読む方が好きですね。もちろんアプリで読む方が簡単ではあるんですが、いくつかの理由で紙の方が好きです。そう、まず一つ目の理由としては安いですね。紙で読む方が安いです。もしアプリでこのキングダムを、借りる、レンタルしようと思ったら、いくらするかな？多分500円とか、それくらいはすると思います。普通に本を一冊買うのと同じくらいの値段がするんですね。でも、この、紙の漫画は一冊100円で借りることができます。そう。たくさんレンタルショップってあるんですけど、その中でも、ツタヤとかゲオっていうのは全国的に何百とあるレンタルショップです。で、今回は私はツタヤで借りました。でね、もうツタヤにめちゃくちゃいっぱいこのキングダムがあるんですけど、それの中から毎回10冊ずつ借りています。はい。でもね、10冊借りても1000円なので、いいかなと思って、はい。いいかなと思って借りていますね。で、あと、やっぱり、紙の方が読みやすいかなと思います。やっぱアプリだと、すごく何回も何回もめくらないといけなくて、目も疲れますよね。目も疲れる。でも、これだと、話しても読めるし、話しても読めるし、すぐ前のページに戻ったり、10ページ前に戻ったり、そういうのが簡単かなと思いますね。これは本当にその人その人の好みがあると思います。私は小さい頃から漫画をずっと紙で読んでいたので、紙の方が読みやすい、慣れているなって思いますね。はい。最近のおすすめ漫画は、もうこのキングダムが私は一番いい。一番いいですね。そう。鬼滅も読んだけど、
私は鬼滅よりキングダムにすごくハマっています。はい。皆さんね、いろいろ前回のリスニングプラクティスにコメントをくれて、皆さんいろんな漫画にハマっているんだなって思って面白かったですね。そう。一人ね、はじめの一歩を読んでいますっていうコメントをしてくれた人がいて、ではじめの一歩って私のイメージだと、私が赤ちゃんの時ぐらいからやっている漫画だと思うんですよ。でも、今も続いているらしいんですね。そう、今も続いてるんだと思って、すごくびっくりしましたね。漫画って本当に長いやつは何十年と続くんですよね。例えば、ドラえもんとかも多分、未だに続いているし、ワンピースもまだね、続いていますよね。多分このキングダムも今75巻ですけど、100巻とか超えるんじゃないかなって思います。そう、びっくりしたな。はじめの一歩はすごくびっくりしましたね。はい。で、そう、漫画の話はこれぐらいにして、最近始めたことがあります。それは花粉症の治療です。花粉症の治療。皆さんは、花粉症のアレルギーってありますか？日本人は花粉症の人がすごく多くて、特に春になるとみんなね、もうくしゃみが出たり、頭が痛くなったりして苦しみます。で、私も春になるとすごく辛いんですよね。で、今年はその花粉症アレルギーを少しでも良くしたくて、秋から対策をすることにしました。そう、皆さんの国であるかわからないですが、舌下免疫療法という治療法があります。はい。舌下というのは、ベロの下ですね。下の下。はい。下の下のことで、この下の下に、これぐらいのね、小さなタブレットを置いて、で、しばらく時間を置いてから飲み込むということを3年くらい毎日やらないといけないんですね。そう。もう、その、長い治療をずっとするかどうか迷っていたんですが、いよいよ始めることにしました。ずっとね、パラグアイにいた時は花粉症の症状が出なかったんですよ。全く出なくて、本当に天国のような場所でした。でも、日本に帰ってきたら、かなり私はアレルギーが重い方なので、毎年すごく苦しむんですね。目もすごくかゆいし、鼻もかゆいし、耳の中までかゆくなります。で、頭も痛くなって、体もだるくなって、結構、普通に日常生活を送ることができなくなります。で、いつも薬を飲んで、アレルギーの症状を抑えていたんですが、もっと根本的に治したいと思い始めました。それで、舌下免疫療法をやってみようということになりました。この治療方法は、普段アレルギーを抑えるために飲んでいる薬と全然タイプが違うんですね。自分の中に、アレルギーの出る、杉の、成分を入れて慣らしていくというものですね。そう、杉の木の花粉を少しずつ体に慣れさせて根本的に解決しようというものです。そう、だから、一昨日
始めたんですけど、そのタブレットを飲むと、ちょっと体にこうアレルギー症状が出る人もいるんですよね。そう、人によっては、その薬を飲むだけで、ちょっと体が痒くなったり、ひどい人ではアナフィラキシーショックを起こしてしまう人もいるそうです。うん。そうで、私もその副作用が怖かったんですよ。どうしよう、アナフィラキシーショックになったらどうしようと思っていたんですが、嬉しいことに何も特に起こりませんでした。そう、よかったと思って、もうね、365日、3年間から5年間ずっと飲まないといけない薬なので、体に合って本当にね、安心しましたね。うん。そうで、その治療方法をすると、もう次の春から効果が出るそうです。だから次の春は多分、スギ花粉が待っている時期はかなりね、私は楽になると思います。残念なことに、その治療方法はスギ花粉のアレルギーにしか効かないんですよ。で、私はスギ花粉とヒノキ花粉、どっちもアレルギーがあります。だから、スギ花粉が飛んでいる時期は、アレルギーの症状が少し収まるんですけど、その後のスギ花粉では、また症状が出るそうです。そう。だから、なんかね、本当はすべてのアレルギーがなくなる治療方法だったら最高だったんですが、そんなうまい話はないそうです。うん。はい。ね、この、治療方法は、実は日本だけではなくて、いろんな国で行われているそうです。皆さんの国でも、この舌下免疫療法がありますか？うん。この治療をしていて効果があったよっていう人もいますかね？うん。私の周りにやっている人はほとんどいないんですよね。で、私が先生に聞いた話では、その病院では私が初めての治療を試す人らしいんですよね。そう、だから先生たちもなんかアナフィラキシー起こんないかなみたいな感じですごく心配してくれました。とりあえずちょっと心配だから、1回目は病院でやってみてくださいと言われましたね。うん。で、また1週間後に様子を見て、それで大丈夫そうだったら追加で薬をあげるよと言われました。うん。そう。前に、この治療をする前にも、鼻の中をレーザーで焼くという治療もしたことがありますね。そう、ちょっと怖いですよね。そう、鼻の中がすごくこう敏感で花粉をキャッチするので、鼻の中をレーザーで焼けば、その花粉に反応することがなくなるという治療でした。うん、でもね、それは残念ながら全然効果がなかったんですよね。そう、悲しいことに。うん。だから、まあ、レーザーは諦めて、今回、その新しい治療方法を試しています。はい。で、結果がわかるのはもう3月とか4月くらいにならないと、どれくらい効果があるかはわからないということです。ね、ちょっと楽しみなような、不安なような、なんか不思議な気持ちですね。はい。では、花粉症の話はここまでにして、次のトピックに移りたいと思います。次のトピックは、私が皆さんとぜひ話してみたいと思ったトピックです。それは、動画コンテンツを早送りで見ますか？スピードを上げてみますか？ということです。そう、私は YouTube を見るとき、ほとんどの動画で早送りをしてみます。
1.5 倍とか2倍の速度で見ますね。例えば、ニュースとかトーク番組、あとは Vlog とかもそうだし、ポッドキャストとかですら早送りをして見るんですね。これを言うと驚く人もいると思うんですけど、私が勉強している英語とかスペイン語の動画でも早送りをして見ることがほとんどですね。理由としては、なんか時間がもったいないって思ってしまうんですよね。特に日本語の動画だと2倍にしても全然普通に聞き取れるので、それだったら早く情報をゲットできる方がいいなと思ってそうしています。で、英語とかスペイン語は2倍にするとさすがに難しいことが多いんですけど、早く聞くことで自分のリスニング力が鍛えられる気がして頑張って聞いています。はい。で、なんかこのね、私が早送りをしてみるっていうことがあまりにも日常的によくすることなので、他の人はどうなんだろうと思いました。これって当たり前のことなのかな？私だけなのかな？というのがちょっと気になりました。で、最近2025年に入ってから、確か YouTube プレミアムで3倍速とか4倍速ぐらいまでスピードを上げることができるようになったと思います。そう、新しい機能が追加されたんですよね。私は今 YouTube プレミアムには入っていないので、その機能が使えないんですが、いいなってすごく思いますね。なんか広告をスキップできるよりも3倍とか4倍で見れる方が私は欲しい機能だなと思いますね。皆さんはどうですか？私の動画を今何倍で見ていますか？ノーマルスピードで見ていますか？この機能が新しく追加されたということは、きっと3倍とか4倍で見たいという人がたくさんいるからですよね。なので、世界的にも早くして見るというのがトレンドなのかなと思いますね。で、このトピックがすごく気になるなと思っていたら、いい本に出会いました。それがこの本です。映画を早送りで見る人たちという本です。そう、映画を早送りで見る。結構ショッキングなタイトルだと思いませんか？そう、映画が好きな人からしたらありえないって思うかもしれません。で、私はまずこのタイトルを見たときに、映画は早送りで見ないよねって思ったんですよ。私にとって早送りをするコンテンツっていうのは、基本的に情報だけを得たい場合ですね。ニュースとか、あとは、トーク番組でどういうことが議論されているのかとか、そういうことを、ただ情報として得たい時なんですよ。だから、映画とは全然違いますよね。映画は役者さんがすごく練習をして、そのセリフの間とか、目線の合わせるタイミングとか、シーンの景色を映す時とか、もうたくさんのことが工夫されていますよね。ノーマルスピードで見ることを想定して作られた動画だと思うんですよ。だから私からすると映画を早送りで見る理由がわからないと思いました。そう。で、今日は、この本の、中で語られている
映画を早送りで見る人たちのニーズだったり理由を皆さんに紹介しながら、皆さんはどうっていうね、話をしていきたいと思います。そうで、まず、この本で紹介されていたのは、日本人は結構早送りをする習慣があるということです。だからね、この動画を見てくれている皆さんの国では、もしかしたら全然違う習慣があるかもしれません。日本人は若くなればなるほど早送りをする傾向にあるそうです。20代とかだともう半分ぐらいの人が早送りを普段からしているとか、これまでしたことがあるという人たちだそうです。そう。で、もちろん若い人たちの中にもいろんなケースがあります。私は、映画は早送りしないよとか、ドラマはちょっと早送りするけど、映画はあんまりしないなとか、そういうね、いろんな人たちがいるんですよ。でも、やっぱり映画もドラマももう面白くなければ早送りするっていう人もいるんですよね。全部 1.5 倍で見ますっていう人もいるんです。でね、その理由がすごく面白い、びっくりする理由でした。一つ大きな理由として、話題についていきたいというものがあるそうです。話題についていきたいというのは、会話の中で誰かに、ねえねえ、あの映画見たとか言われることがありますよね。その時に、見てないっていうよりは、見たよって言える方が話が盛り上がりますよね。そう。だから、例えば、ねえ、鬼滅のアニメ見たことあるって言われた時に、最低限、見たよって言えるように、ストーリーを知っておくとか、少しは映画、アニメを見ておくというのが大切になってくるそうです。そう。だから、全部は見れないけど、早送りをしてストーリーを頭に入れるという人が多いそうです。びっくりしましたね。この、話題についていかないといけないっていうのは結構昔からあった話だと思います。私が中学生とか高校生の時も、映画見たとか、テレビ番組見たとか、そういう話って本当によくありました。その時は今みたいなオンデマンドがなかったので、見てないっていうこともよくあったし、それで、見とけばよかったなって思うこともよくありました。でも私は最近の子はそういうのないんじゃないかなって思っていたんですよ。なぜなら、オンデマンドでもう何でも見れるようになりましたよね。もし5時からのテレビ番組を見逃しても、7時とか8時にそのテレビ番組を見ることってできますよね。そして流行っている YouTube のコンテンツなんて別にいつでも見られますよね。だから今の子たち、今の若者はそういう悩みって少ないのかなって思っていたんですよ。でももう今は逆に見なければいけないコンテンツの量が増えすぎているそうです。そう、例えば、ネットフリックスやアマゾンプライムに、たくさんの動画、映画とかアニメ、ドラマがありますよね。だから、話題になるコンテンツもそれだけ多いということですよね。なので、もう次から次へと見ていかないと、この人との話題についていけない。この人との話題についていけない。という問題が起きるそうです。
それで、私は、そういうことか、若者も大変だなって感じましたね。で、あと、すごく納得できる理由としては、失敗をしたくない人が多いということです。さっきも言ったように、コンテンツ数があまりにも多いので、例えば全然面白くないコンテンツもあれば、すごく面白い作品、コンテンツもあるわけですよね。その中で、すべてをノーマルスピードで見ていたら、もう面白くないコンテンツを見たときに、とても損した気分になりますよね。だから今の若い人たち、今のそのデジタル世代の人たちは、例えば、結論の最後のシーンだけを見るかどうかを決めるという人もいるそうです。なんかちょっとびっくりですよね。例えば何か事件が起こるようなドラマだったら、犯人を知ってから最初からもう一度見るとか、そういうこともあるそうです。あとは、ネタバレサイトでストーリーをあらかじめ読んで、それからドラマ、映画を見るということもよくあるそうです。そこまでして見たいってちょっとね、思ってしまうんですけど、それくらい、時間を大切にしているタイムパフォーマンス、タイパって言ったりもするんですけど、タイムパフォーマンスを大事にしている人が多いみたいですね。損をしたくない。時間をもったいないと感じている人が多いみたいですね。あと、すごくびっくりしたのが、主人公の俳優、女優が好きだから、そのシーンだけ見るみたいな。他の登場人物が出ているシーンは全部スキップして、この主人公が出ているシーンだけを見るみたいなことですね。これは、推し活とか、そういう、女優、俳優のファンの人とかがこういう見方をするのかなと思いますね。面白いですよね。で、あと、景色のシーンとか、沈黙するシーンとか、そういうのは面白くないからスキップするという人もいるそうです。なんかそういうシーンこそが映画では大事だと思うんですよね。ただただ何もないシーンって存在しなくて、何か沈黙がある中にも伝えたいことがあると思うんですよ。でも、そういうのを待ってられない、面白くないということで、スキップする人もいるみたいですね。見る側も早送りをしたり、スキップをしたりするので、作る側もそういう人たちに合わせた作品を作る傾向にあるそうです。はい。で、例えば、鬼滅の刃、有名ですよね。鬼滅の刃も現代風の作りをしているそうです。鬼滅の刃をまだ知らない人のために少しストーリーを説明しますね。炭治郎という男の子が主人公です。炭治郎は村で家族7人で暮らしています。炭治郎が薪を切って、それを町に売ってお金を稼いでいるんですね。ある日、町から帰ってくると、村を鬼が襲って家族が殺されていました。禰豆子という妹だけが助かったので、そこから禰豆子と炭治郎が鬼を退治するために旅に出るという話です。はい。で、このね、鬼滅の刃、どこがそんなに現代風なのかというと、説明的なセリフが多いということです。
例えば、炭治郎が炭を売るために、街まで歩いているシーンで言ったセリフが、生活は楽じゃないけど幸せだな、と言いました。生活は楽じゃないけど幸せだな。すごく説明的だと思いませんか？多分、漫画だったらよくあるセリフかなと思うんですよ。でも、アニメだと、もちろん動画だから、歩いている姿もわかるし、表情も変わりますよね。なので、見ている人が炭治郎の気持ちを想像することができるはずです。でも、このシーンでは炭治郎がしっかりと説明をします。生活は楽じゃないけど幸せだなと言います。で、他のシーンでも、炭治郎がね、もう、怪我をした禰豆子を背負って町まで助けてって言いに行くシーンがあるんですけど、そこでも、息が苦しい、凍てついた空気で肺が痛い、前に進め、もっと早く足を動かせ、まだまだ町まで距離があるんだぞ、急げ、と言います。これもすごく、不自然と言ったら、ちょっと言い過ぎかもしれないですが、すごく説明をしていますよね。炭治郎が苦しそうに走っている様子を見たら、大体想像ができるはずなんですが、しっかりとね、説明文があるんですよ。あとは、炭治郎が崖から落ちて雪があって助かるシーンがあるんですが、それもしっかりと、雪があって助かった、みたいなことを言うんですよ。そう。だから多分、昔のアニメとか、昔のドラマだったら、見ている方がしっかり想像して、多分こういうふうに思っているんだなっていうのを自分で考えないといけなかったんですよね。でも、もうこの鬼滅の刃は見ている全員が同じように理解することができる作りになっています。だから子供とか、もちろん、早送りをして見るような人たちにもすごく優しいアニメだと思いますね。どうですか皆さん、こういうアニメのスタイルもありだなと思いますか？昔のような自分でしっかり想像をしながら見るアニメとどっちが好きですか？私は、鬼滅の刃はもちろん大ヒットして世界的にもすごく有名になったので、このやり方が正解なんだろうなと思いますね。現代の人々にすごく合っているんだと思います。で、昔のアニメも昔のアニメですごく良かったし、時代を表しているなと思いますね。昔のアニメの作り方を今見ると、こういう風な時代もあったんだなって思う。そして多分今の鬼滅の刃を30年後に見たら、令和の映画はこんな感じだったんだなって思うと思うんですよね。だから、いいとか悪いとかではなくて、時代を表しているんじゃないかなって私は思いますね。はい。で、皆さん、早送りでコンテンツを見るということが、あまり理解できない人も多いと思うんですよ。でもね、私はすごくこの本を読んで、確かにね、と、すごく納得したんですよね。確かに、現代の人たちは、たくさんのコンテンツがあって、見ないといけないコンテンツが多いなって思いました。だから、効率的に見る。効率的に、必要なもの、面白いものを見るということがとても、大切で、大切だし、それが、
自然にそういう風になっていったんだろうなっていう風に思うんですよね。で、あと、音楽とかでもその傾向は見られますよね。最近の音楽はイントロ部分が結構短い曲が多いと思いますね。曲が始まったらすぐ歌が始まるものも多いと思います。そうで、なんかたまに、イントロがすごく長い曲があったら、動画のコメント欄とかで、この曲はイントロがすごく長くて、あまり最近ない曲だねとか書かれたりします。だからそういう音楽も、動画と同じで、キャッチーじゃないといけないとかね。すぐいいか悪いかがわからないといけないというコンテンツかなと思いますね。YouTube も実はすごくその傾向があって、YouTube スタジオというそのクリエイターが見れるページがあるんですけど、最初の30秒がとても大切です。最初の30秒で面白くないと判断されて、見る人が減る。それがすごく良くないんですね。アルゴリズム上ですごく良くないと判断されてしまいます。だからね、最近のYouTube のコンテンツって、最初の方に動画をまとめるような映像が流れますよね。こんな面白いことを映像の中で言いました。みたいなのを30秒くらいでまとめる動画が多いと思います。それはやっぱり、この30分の動画を見て、損した、面白くなかったって思われないように、しっかりまとめておくんですね。もう結論を見せてしまうようなストラテジーで YouTube を作っている人が多いです。そう、私もそういうふうに、何かストラテジーを立てて動画を作った方がいいのかなって思うことも結構あります。まだそこまでできていないというのが、現実なんですけど、はい。こういう時代になったんだなって思いますね。はい。で、じゃあ、大体、この本については話終わりました。ぜひね、これちょっと日本語は難しいんですけど、面白い作品、面白い、本だったので、読みたい人は読んでみるといいと思います。はい。じゃあ、あと何を話そうかな。最近の、話といえば、ハロウィンですね。ハロウィン。皆さんの国ではハロウィンはお祝いしますか？そう、日本はね、ハロウィンをお祝いするところもあるんですけど、もう私の住んでいるところは田舎なので、ほとんどハロウィンはなんかしないですね。子供は多分ちょっと学校でお祝いしたり、お祝いっていうか、子供は多分学校でちょっとハロウィンパーティーみたいなことはすると思います。でも大人はね、本当に何もないですね。家の周りを回ってトリックアトリートみたいなことを言うっていうのも全然ないんですよね。皆さんの住んでいるところは大人もハロウィンパーティーを楽しみますか？私がやってみたいなって思っているハロウィンのイベントは、パンプキンピッキングみたいな、なんか、かぼちゃ狩りみたいなのってありますよね。かぼちゃ畑に行って、自分が好きなかぼちゃを持って帰るみたいなイベントがあると思うんですよ。多分アメリカとかカナダとかあると思うんですよね。なんかその、風景がとっても可愛くていいなって思うんですよね。あと、日本にあるかぼちゃって、基本的に、
緑で、あまり、ジャックオーランタンの感じがしないんですよ。そう、だから、掘ろうと思っても、あんまり可愛くならないんですけど、多分アメリカとかにある、かぼちゃって、オレンジじゃないですか。オレンジ。そう、すごく可愛いですよね。なんか一つ持って帰ってきて、家に飾るとか、そういうことができるのが羨ましいなと思います。まあ、日本では、ケーキ屋さんとか、スイーツ屋さんで、かぼちゃの、スイーツが増えたり、ちょっと、デコレーションがハロウィンっぽくなったり、まあ、それぐらいですね。そう。もうでも、あと1週間で、ハロウィンも終わって、次はクリスマスムードかなっていう感じです。今年はもう多分、渋谷ハロウィンってまだやってるのかな？なんか数年前に渋谷ハロウィンが禁止になったっていうのを聞いたような気がしますね。そう、今年はどうなるのかな？もし日本にいてハロウィンに参加したいという人は、自分の行きたい街がハロウィンをやっているか調べてから行った方がいいと思いますね。はい。そう、なんか話したいことがあったんですけど、ちょっと忘れてしまいました。今日は、少し動画が短いかもしれないんですけど、今日こんな感じで終わろうと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。そしてトランスクリプトは私のペイトリオンで見ることができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。